3つ覚えてます。はい、皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、配信しております。ミラーで。今日は新しい発表はないですからね。無理しないで寝てください。でも、それでも見たいなっていう人は、どうぞお付き合いを。なんだかんだ50人ぐらい。50人ぐらい。いますね。音とその BGM のバランスとかがちょっとわからんのですが。あら、つあらいさんこんばんは。はい、こんばんは。とりあえず今日はね、英語だけのようですんで。はい、皆さんこんばんは。お、銀河大戦さんもウェルカムだ。今夜も。ほんとだ。こんばんは。メキシコからこんばんは。音大丈夫ですか？はい。じゃあとりあえずこれでいきましょう。はい。すみません、ちょっとトイレ行ってきます。はい。はい。はい、こんばんは。本当にね、インタビューとかだけだったらものすごくつまらない配信になっちゃうと思うんですけどね。まあ、仕事中。新発表なしって言ってもな、何か期待しちゃうんだよな。90人、92人。はい、こんばんは。まだ開始まで25分近くありますね。はい、こんばんは。
はい、戻りました。はい、おかえりなさい。もう、ビール持ってきちゃった。今日はどうせほら、インタビューとかね。うん。そういうのばっかですから。今日はさすがに少ないって言っても、でも95人もいますからね。そうなんですよ。すごいですよ。皆さんのこの熱意ね。働きながら見ている。そっか、向こうはだって朝の10時ですよね。アメリカとかね。そうですね。11時とか。平日の朝ですもん。平日の午前中だもんな。それはそれで仕事してるって人が。こんばんは。そうですよね。でも、この前のショーケース終わって、次の日っていうかその日か。はい。いろいろ検索して見てたら、僕は全然やってなかったからあれなんですけど、ペルソナってめちゃくちゃ人気あるんですね。だから人気あるんですよ。人気あるんですよ。めっちゃでもなんかプレステでも出そうって言ってましたよね。はいはいはい。ね、それはなんか。それは出るだろうな。まあ、マルチで出るだろう。うん。ペルソナってこんな影響力あるんだと思って、すごいなって。そうなんですよね。僕ね、2までしかね、やってないんでね。ああ、けど僕のフレンドさんもなんかそういましたよ。1、2ぐらいしかやってないとか。そう。2まではやったんですね。はい、こんばんは。はい、こんばんは。日本公式の放送はなくてですね、日本語字幕が後でこの放送の録画につくっぽいです。1週間以内ぐらい。これ多分放送終わってからつけるんじゃないですか、字幕を。今日のは生放送っぽいですから。ベセスダインタビュー。今日は本当にそんな新規発表はないはず。うん。去年もそんなこと言っててなんかあった気がしたけど。あったんだよな。絶対ありましたよ。去年なんかありましたよね。なんか。あった。絶対にありました。ボケーっと見てたらなんか。あれ僕もだから完全に見てなかったですもん。そうですよね。まあ今年も朝起きて、って感じで。去年はエクステンデッドはミラーでやんなかったんでしたっけ？やってないですね。やってないですよね。いや、今回はね、あまりにも予想が外れまくったから、なんかないかなってね。全然外れましたもんね、見事。やりましょうよって感じで。やります？いや、やりましょうよ、みたいな。エルブレイド2が今年中に発売されるって言った僕の立場は。一覧にも載ってなかったですね。何にもなかったですね。あとは、フォールアウトニューベガス2が発表されるんじゃないかとかね。うん。ギアーズコレクションは絶対出るでしょうなんて言ってましたけどね、僕ね。ギアーズのギの字も出なかったですね。全然ギアーズなんてないのかっていうぐらいの。じゃあなんでレッドファーガソン出てきたんだっていうぐらいの。ね、昔のボス出てきたけど。全然ダメでしたね。あと、ペルソナと同じぐらいにやっぱり影響があったのはやっぱり、コジプロですね。小島監督でしたね。そうですね。小島監督にはもうめっちゃ期待してるみたいなコメント結構書き込まれてましたよ。うちの YouTube のとこに。ほら、僕らどっちかっていうと冷めてるとこあるじゃないですか。はい。ね。まあ、出たらいいねぐらいの感じでいたんですけど。なんか、日本のクリエイターとXbox、マイクロソフトがタッグ組んで何かやろうとすると、なんか大抵途中で終わってるような感じがしちゃってね。あの印象が強いですよ。スケールバウンドですか。プラチナの印象が強すぎる。うん。その前にもなんかあったじゃないですか。なんかありましたっけ？どこだっけ？あれ、なんだ。妖怪ウォッチとか作ってるところ、なんでしたっけ？ああ、はいはい。レベル5じゃなくて。レベル5。もうなんかやろうとしてたじゃないですか。なんかありましたね。あれとかも知らないうちになんかなくなっちゃってるし。ね。そうそう。デスループも発表されるって僕すごい偉そうに言ってました、ね。全然そんなもう、全く触れませんでしたね。
デスループどころか、ゴーストウェアもね、来ればいいなぐらい言ってたんですけどね。いや、デスループは絶対発表されるだろうから、みたいな。全然発表されない。びっくりしちゃった。何一つ当たらない。UBI プラスね、もう全然触れない。そうそう、スクラブさんにだって僕言いましたもんね。もうショーケースまではバルハラ買うの待っといてくださいよ。ショーケース後になんかね、ゲームパスに多分 UBI いっぱい来るから。そこでまあバルハラはわかんないけど、朝繰りシリーズとか全部来るんじゃないですかぐらいのことは言ったような記憶があるんですけど、UBI の言うのちも出ないっていうね。いつものごとく。そうだ、TFLO。TFL、レベル5とやるっつってね。そう。そうでした。トゥルーファンタジーライブオンラインか。小島監督に Xbox 専用ゲームを作らせない署名をやってる人たちがいるんですか？ああ、なんか見ましたね、それ。全然知らなかった。そんなんですか。まあ、別に。そこまでしてそれはだって、あそこの会社独立スタジオだから別に何してもいいはずですから。ね、なんかすごい力が裏で動いてるんでしょうみたいなこと言ってたけど、いや、それはお金でしょみたいな、契約でしょみたいなね。普通に仕事として。それはでもどっちも同じですからね。うちで作ってくださいっつって OK 出せば別にね。まあ。あ、そうだ。なんか朝栗もなんかやってたんでしょ？確かなんか朝栗のなんか放送やるって。喋ってるだけ。うん。女神転生9はね、きついんじゃないですかね。FPS ブーストゲームね。銀河大戦さん言ってるけど。そう、FPS ブースト追加してほしいんですよね、ちょっとね。なんだかんだ皆さん起きてますね。今日新規発表はないですよ。130日。140日。まあ、僕らも起きてるのもあれですけど。今日は新規発表はないわ、英語だわ。今ここにカミングアップで出てるの見ててもね、特になさそうな感じがしているので FPS ブースター欲しいですね。オリジンズの 60fps か。意外とそっちの UBI のね放送の方でやったりなんかして、奈良か確かに気になるな。ゴールデンアイね。あれもね、サラボンドさんのボンドの名前だからそうサラボンド出てきたときは、これは来んじゃないかって話。全然でした。ね、ゴールデンアイ。バルハラとかディアブロとかセール見てると油断して買いそうになります。まあね。買っちゃってもいいんですよ。スクラップさんでしたっけ？買おうとしてて。バルハラって言ってたの。またはいいですよって言ってたの、ね。そう、メンバー配信の時に確かそんな話をしたよね。ああ、そっか。もういいんじゃないですか。オーバーウォッチとディアブロの日本語版。ちょっとね、そこはきついかもしれないですね。ディアブロ3とオーバーウォッチ1の日本語。うちはあれ、スクエニ案件で、スクエニさんが多分ローカライズに絡んでるんじゃなかった。スクエニが OK 出さないとダメじゃないですかね。ピニャータ新作。ピニャータはなんかスイッチの方に行ってませんでしたっけ？なんかマリオと一緒になんかやってませんでしたっけ？なんかあったような気もします。ピニャータっぽいのなんかありましたよね。あんな UBI のなんかやってましたよ。うん。はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。アーマードコア、フロムさんね。フロムといえば、アップデートどうなんですかね。ロード時間やっぱ早くなったんですかね。
エルデンリング。実際やられた方います？ね。僕はまだやってないですけど。十何秒、前15秒ぐらいのところが7秒ぐらいまで落ちてるって話ですよ。前も別にそんなに待ってる印象はなかったんでわかんないですけど。正直、30秒と15秒の差とかあんまもうだんだん気にならなくなってきました。サイコブレイク3はね、そうですよね。ゴーストワイヤーの2があるんじゃないかっていう話はね、なんか、噂は出てましたけど。こんにちは。こんにちは、こんばんは。おはようございますって感じだな。いつも YouTube にコメントくださる国外の方、お二人来てる。マリオ&ラビッツ。ああ、そうそう、違った。間違えました。ピニャータじゃなかった。マリオ&ラビッツだ、あれ。あら、皆さん、アライデンさんもこんばんは。はい、こんばんは。なんだかんだ160人も来て、すごいな。今日は本当に掘り下げだけなんだよね。どうなるか。亀田さんもこんばんは。はい、こんばんは。もともとサイコブレイク3だったのに、そうなんですか。とにかく予想が外れたしな、フェイブルも全然来なかったし。今日他にミラー配信やってる方いないんですか？まあ、やらないか。今日はね。やらんでしょうね。ねえ。今日は。僕らはただのほら、予想が外れて悔しいだけですからね。そうです。本当はね、やらなくていいかって言ってたんですけど、あまりに予想外れたから。アトミックハートね、僕も2023年かと思ってましたけど、画像見たら22年って書いてありましたね。6月後半のゲームパス発表はあってもいいかもしれないですね。今日もう6月15になるから。でもこれ、ほら、2022と23の画像あったじゃないですか。はい。一覧の。はい。あれって、特に2022の方はリリース順なんですかね、これ。いやー、そんなことないんじゃないですか。でもね、左上の方から見ていくと確かに、順番になってます？そんな気がするんですよね。でもそうするとアトミックハート結構早いんですよね。ゴッサムナイツよりも前だし。確かに奈良かがここにあって、順番っぽい感じですね、確かにね。うん。そうするとサムビル、これ面白そうなやつ。もうすぐ来そう。違うか。でも、プレイグテールの発表もなんでしたっけ？確かもうすぐショーがあって、そこで日にち発表するって言ってましたね、発売日。でも23っぽいってことも聞きましたけど。ダークタイドも夏だし、確かにでも順番に近い感じがしますね。うん。グラウンデッド9月でしょ？そしたらベルヘイムとかもうすぐ来んだ。そうなっちゃいますよね。これ順番だとすればね。うん。確かにだって、カリストプロトコルとか年末でしたもんね。12月とかでしたよね。そうです、そうです。で、コールオブデューティーが11月ぐらいでしたっけ？ちょっとその前ぐらいです。ねえ。確かになんとなく時系列になってる感じはしますね。確かにそう言われると。なんとなくね。ネズミは12月。リオパパさんもこんばんは。ゼットンさんもこんばんは。はい、こんばんは。
の画像ちょっとちっちゃいんですよね、これね。今出しましたけど、これ拡大したからちょっとボケるかもしれないけど。トシさんもこんばんは。はい、こんばんは。板垣さんは結局何か作ってるっていう話はあれどうなったんですか？前なんかツイッターのアカウントを作ったとかなんとかって言って。そうそう、ツイッターを始めてました。ねえ。だから何かしら動きはあるんじゃないですかね。そのためでしょうからね。でもこれさっきからこんななんかビハインドザシーンズって説明されてますけど、1時間半でこんなに解説収まるんですかね。結構な数入ってるけど。そうですよね。そうなんですよ。ベルヘイム来るんですよ。この間発表されてなかったこの画像を見てたらベルヘイム入ってて、おお、ベルヘイム来んだと思って。しかもちゃんとゲーパスですからね。一応スチーム版で遊んでましたけど、Xbox に来んだったらもう一回最初から家作りするかな。ちょっとね、まだアーリーだったから、ちょっと遊びづらいところが。ネズミは海外パケ版の予約が12月。そっちもう出てるんですね。あ、そうなんだ。でも一応まだ公式には発売日はこれから発表する。なんかストリームで発表するとは言ってましたけど。僕今日からその初代のやつをやり始めましたからね。ようやく。ましたね。はい。いや、面白いですよ、あれ。ネズミの数は確かにすごいですね。まあ、ステルスメインだから、ハッシーさんのその、ステルスあんまり得意じゃない系統そうですね。っていうか、なんでこれで気づかないのっていうばっかです、今のところ。そう、ステルスゲームってのは大抵そうですよね。そんな、いくら暗いとはいえ、その目の前のね、テーブルの下に人いたらわかるだろうぐらい。そう、ストーカー2は延期がまたね、なんかあったりなんだ。そう、ベルヘイムはね、まだ PC 版ですよね。コンソールはまだ PC ゲームパスか。ああ、そうだ、スライムランチは全然触れられなかったですね。そういえば。あと6分ですって。ちょっとこの画像一旦閉じようかな。ウルフェンシュタインのツイートを。そういえば今朝カプコンのショーケースやってて、エグゾプライマルのなんかベータ、クローズドベータか。なんか応募始まってましたけど。あれ PC 版だけのベータみたいで、Steam 版でしたね。一応応募しましたけど。なんかね、日にちが決まってんですよ、遊ぶ時間と。はいはい。決まってるタイプのやつだから、ちょっと、日本だとなんかね、1日ぐらいしか合わない感じでしたけど。一応応募しましたけど。あと、ディアブロ4とかももう登録が始まってるんですよね、確かね。うん、しましたね。ね。僕まだやってないんだね。レッドフォールの音も、なんかちっちゃいロボットついてくるキャラクターいましたね。あれ、かわいい。スターフィールドね。発売されるんでしょうね。でも日本語版も同時発売だったらもうオーディオの録音もしてるだろうし、ほぼ出来上がってるんでしょうね、もうね。そうじゃないと間に合わないですけどね。未だに日本語吹き替え本当かよっていう感じはしますよね。そうそう。でもまあベセスダは毎回そうだからやってくれんだろう。
まあでもたまにあれじゃないですか。突然英語喋ったりするんじゃないですか。ああ、それはもう、ね。お約束であるでしょうね。エスピナス復活。ああ、モンハンですね。モンハンワールド日本で売らないですかね。諦めてそろそろ。普通に売れば、今買う人いっぱいいんじゃないかな。新規のユーザーさんとかいっぱいいるし。ディアブロ4はさらっと発表。そうっすね。ブリザードとかはなんかショーケースやるんですかね。ディアブロの独自に。お、270人。すごいな、皆さん。なんか始まって、その放送の音が聞きづらいとかあれば教えてください。もしかしたらまた昨日みたいに声が二重になるとかいろいろあるかもしれないし。もうね、ベセスダ系はね、翻訳はもうしょうがないですよね。あんだけ文章量多いとね。突然おっさんが女性喋りになったりとかもうしょうがないと思う。さあ、3分切りましたよ、皆さん。なんか英語聞き取れる方は情報を教えてください。コメントで。我々全然聞き取れないから。一応英語の字幕は出しますけど、英語字幕しかないから、今日は。オーバーウォッチ2は17日にやる。海外パケめっちゃ予約してますね。ジョジョね。ストーカー2ってもうパケ予約始まってるんですね。すげえな、まだ作ってるの。デイメアってなんか新しいの出んすか？ね、モンハンダウンロード日本語版ね、出したら今売れますよ、きっと。ワールド。シリーズ S 買った人とかね。この週末は結構 X も出てたし。そうみたいですね。ね、少し在庫増えてきてますね、日本への X の需要の割り当てが。もう今シリーズ S は普通に買えますもんね。普通に買えて X がなんかだんだん増えてきたなっていう。あと1分。アイスボーンのパケット高い。パケットじゃない、パッケージね。ノブさんいらっしゃいませ。はい、こんばんは。はい、メロマルさんもこんばんは。はい、こんばんは。皆さん、起きてらっしゃいますな。英語を聞き取れる方、ぜひ情報を書き込んでください。こんなこと言ってましたよって。なんかすごい情報があれば、ぜひ教えていただきたい。もうすぐですね。今日は多分まったりこう見る感じになると、何言ってるかわかんねえなみたいな。はい、始まりました。Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. You know, Game Showcase Extended.
What's the need for the extended? Why ね add that extra word? ないというね、期 Like, 待 is しちゃ there いま one すよ that's ね。not extended? And that's そう why. なんですよ。 nods. There is a not extended one. Okay. And 去 that 年 one's も just なんかあ called った気がする without か the ら extended. な。いや、絶対あった。絶対ありま There's した the よ。normal one. あ、見ればよかったっ Well, て、 hey, ものすごく look, 思った I've 記憶 been がありますもん。 a そう、 part 後 of から it 見直した記 nonetheless. 憶が。まあ、単純にそのゲームのなんかね、プレイの内容が見れるだけでも、まあちょっと面白いし。まあ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 、そうですよね。ね。後ろの配信の音がちっちゃいとこあれば上げられるので、見てくださいね。レッドホールみたいな。Here we go 言ってる。音大丈夫ですか？はい。たけしさん、こんばんは。はい、こんばんは。まあ、新発表ないっつってもなんかあるでしょっていうね。わざわざやるんだから。トレーラーでさらっとだったやつをもうちょっとね、アーク2とかもうちょっとやってくれないですか？ビンディゼルしか見てないですから。あ、音大丈夫ですか今日は。よかった。あ、ペリカン触ってみてください。面白いですよ、あれ。あれ、結局あんな上まで行けるんですか？いけんじゃないですか。僕そんな上まで行ってないですけど、普通にお台場周りを飛び回って墜落しただけなんで。はいはい。でもあれ本当オスプレイみたいな動きで楽しいですよ。うん。なんかコックピット視点でね、オーディオいじったりできるんで。Welcome to Xbox Game Showcase Extended. I'm Erin, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the Xbox and Bethesda Games Showcase just 2 days ago. For the first time ever, the entire showcase was focused on games you can play over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw world premiere gameplay from Red Fall and Starfield, and today we've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. 今か You'll ら hear ゲー from パ the ス renowned ね、 developers それは behind 期 the 待してますよ。 brand new UBA をなんと Xbox か一つお願い franchise, し Our ます。 History Untold. Dive into Naraka Blade Point with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. お、フィル。そう、ファンフェストね、いいっすよね。こういうの日本でもそのうちやれるようになんないかな。I love coming to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox 昔は fans. ね、Just a really special time for XBOX everybody. 大感謝祭とかあったんだけどね。もう何年前ですかあれ。何年前でした？だってワンが出た年ですよ。ワンが出る年。ワンのローンチの年とその次の年かな。そこですよ。そこでスケールバウンドとかプレゼンやってたんですよ。はいはい。だってまだ潜水さんでした。そうですね。あ、バイオの、あれですか今回のアップデートは 120fps なんですか？あ、そうそう。だからなんかすげえヌルヌル動く。さっきやつ。しかももともとシリーズ X とかで遊んでる時60くらい出てたような気がするんですよね。確かそうでしたよね。そうじゃないけど僕そんなに真剣に遊ばないですから。ビルの顎がなくなっていく。ビルの顎は確かにどんどんなくなっています。でどんどんなんか鳩胸化が進んでる気がする。デザイナーもね。僕もそうそう注文しよう。そういうなんか新しい、あ、これあれか、今フィルの T シャツになってるやつか。うん。あ、これはなんか着てましたよね。これはなんかこのデザインはずっと置きますよみたいな。うん。
ベルヘイムじゃないかこれ。違う？こんなでしたよベルヘイム確か。ベルヘイム。ほら新発表ないとか言って。ねえ、いきなり。流すじゃない。ベルヘイムでしょうね。これベルヘイムですよ。このログハウスは。PC ゲームパスだけなんでしたっけ？ Xbox にはまだ来ないのかな。ベルヘイムですね。ベルヘイム楽しいんですけど、なんかやっぱこうゲーパス来るとなるとでかいな。あ、でもコンソールって書いてますね。コンソール版出るんだ。マジか。2023年春。ほら、こうやっていきなり発表するから怖いわ。信用できないわ。Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it コンソール with 版出る Todd のでか Howard いっす showing ね、 us これ。 how deep the rabbit hole goes on Starfield. やろう、また。And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online PC だ and けかと思 Fallout ってましたよね。 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm good. Good to see you. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. い So き I な wanted り to の give you 嘘 a つき chance で to す like よね。 tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before そう it's そう、 ready. ゲー I ムパ think スの we ね、 have 画像 continued に to は出 sort て of たんですよ examine ね。 how we think about games and でも making コンソー sure ル that 版 they が出る are とは思っ going てな to かった meet か our らね。ちょっ players' とびっくりしまし expectations. たわ。 Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office. And, that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when ね do we え、い give きなり those 不 out 審発表じゃ and ないで how す do we か。 make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the さ end す of the が day, I think 最 what 大 our fans 70% と expect, か what セールで Xbox 言うだ fans, けあ what りますね。 Bethesda fans expectや is っ a と high 治ってきたんで quality すか。 game, and we ね。 want to do everything we can to give our teams the time や to っとどんぶり to 感情 fully になってきた。 realize the game is breaking. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the これ showcase 全部日 started 本 with 語翻訳するの大変だろう Redfall. な。Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their まあこういう thing. インタビューのと Arcane こはね、 Studios is のんび known りと。 for really amazing, immersive sims. They do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored, Dishonored 2, Prey, there's a lot of common threads you'll find in them. They create really この勢 amazing, いでさらっ believable と worlds. デ I ス think ルー that's プ a も big 出るよ part とか of 言わ their ないですか game ね。is when you're in Dunwall or you're up on a space station and Prey, that it feels believable. There's a reason why things ああ、確か are に the ス way チー they ム版 are. と They're のクロ also スプレイあ big ったらいいですね、ベ believers ル in ヘイム。 systems based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom 兄貴、 and sort of giving players ベル the ヘイムと tools か to 好きでしょ、 decide 兄貴。 you figure out how you want 絶 to 対好きですよ。 complete this mission or get through this area. コン We're ソー not ル going 版 to 出 tell る you とは思っ how. て We're なかっ just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. But there's great characters and interesting story. They bring a lot of different elements and then really let the player create the experience they want. And that's what it's all about. Gamers た。こ have のロボッ taken ト可 many 愛いんだよ games and な。 made it their own. And I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is そ from うそ the う、こ other? の I イン mean, タ look, ビュー on を the やっ surface, て、 it's a 間に first-person こう shooter PV that が you 挟 can まる play やつが、 solo or なん with, か up to 面 4 白いやつが players. 来 And そうな so 感じですよ immediately ね、 you さり might げなく say, ね。 well, it's not a single-player game, so it must be wildly different. だか And ら、 don't get me パー wrong, フェ there's クトダークと absolutely かイン ways デ in ィ・ジョ which ーン it ズと is か、ああいう different. や But つのなんか I think 続報 when も来て folks もおかし play くない the んじゃない game, かな and と思って even るん when です they けど see ね。 more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane どうか game な。 that they わかんないですけ love ど、 and 僕 appreciate. 予想外 Why れるか it's らあん won まり。 multiple action game of the year awards for Dishonored 2  ベル is ヘ their イムなら ability スイッ to チもい to ける。 bring all of those things together, really high level of polish and let クロス folks プレイにしてほ experience しい it. で And す so ね。 I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out
sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little. It'd be an honor. Pete, keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. Oh, And so let's talk a little bit more はい、 about こん this ばん game. は。 Now, 僕らの声がちっちゃい。 between the trailer that we saw last year at the reveal, as well 僕ら as の声 this は one that もう we 上 just がらん saw, のですよね、こ I れ feel ね。 like Redfall ご reminded めんなさ players いね。 of other co-op shooters like Left 4 Dead, for example. もうちょい What ブースト makes かけましょう Redfall か。 unique? もう相当ブーストかけてんだけど。 Again, it's one of those things like if you watch あ、just like combat footage, you 配 might 信の look 方 at を落と Left し 4て Dead or 全 Back 体 in にみんなで Blood 上げても or ら any おう of these か。 things and go, oh, I see multiple characters そうなんです facing よ a bunch ね。 of enemies, and like so it's まあ僕 the らの same 声 game. ほ But I らそ think んなに that would be doing ね、 a 大したこと言 disservice ってない 必要 で。ですすか？ all of the things じゃあ that こ take れインタビューだ place からちょっと in だけ落とし between ま the しょうか、こ combat れ。 as well as the 後ろの combat 声を itself, ね。 sort of combining different こん skills な、 and この abilities ぐらい in で the way that you ど do, うですか？ Layla dropping 僕らの down 声ほら。 an elevator using her おまけです powers から。 that Jacob can use to get up top on a roof and provide cover. You have different 冒頭 characters で you 1年 play. 以内のゲームと Roles 改 really めて well, 強 how 調 you してい choose た。 to ああ、 use じ the ゃ gun. あ、フェイブ The ルとか robot, 来ねえ all of な。 those さすが things に come ね。into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, レ here's ッ just ドフォールは面 some 白いでしょ、 stuff これ that き you っ can go と。 off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself. And you come back the これ next が延 day 期になったのは and 本当 it'll 痛いんで look すよ and feel like a ね。 different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that 当分 really 協力プレイゲーム bring がないで that すから sort of ね。 extra special element that makes their games so compelling. Yeah, compelling and fresh. So I'm excited for ウォーハ Redfall, マー and の you said it あれ here ぐらい for everyone to ま see で that ない we're の going to か be な。 playing together. So I'm going to hold you to that. You got the Absolutely. proof. All right. Can't wait. Oh, awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about the team philosophy because I hear that the team is actually banned from saying things like now is the perfect ただ time to 昔 play み a た game. いに、昔のレフト4デッド2とかね、 time to play a game あの頃みたいにそればっかりってもならんじゃないですか。やるゲーム多すぎて。 The thing that we love about where Elder Scrolls Online なかなか協力プレイのゲームでも人が揃うのがなかなか大変になってきますよね。 そうなんですよね。 provide new experiences like going to High Isle, a place they've never been in, and そう Elder だ、ヘ Scrolls イローの game. コ It ー does プ a は、 lot of things 何でしたっ like け？ story and intrigue. There's a lot of politics ベータをやるって言って and ましたよね。 different factions うん。 7月の何日だか conflict に that's going on there, and again, ベータ a やるっ way つって that you たん can で、 jump in and play 多 by 分リ yourself リー and スは秋 experience ぐらい it じゃないですかね、な by んだかんだ yourself, で。 even though it's an コー MMO. プ But the と real フォージ。 special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming. They're so あ、レ helpful. ッド If フ you ォ need a レッド little フォー bit ル of トレ help, ハ if ン you あ need る a んです lot of か？ help, they're そ here うな for る you to と、 help explain, to make sure you have a fun experience. And honestly, like that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience no matter how you decide to engage. 僕の声が I で love か how い。 you mentioned that. Community is such a, as you mentioned, is ま such あ、 a huge part of any online game. And so for players who で may かい not 分 have には played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to ちょっと jump 離れ in, てもら to うぐ know ら that い they have that マイク community から。 backing them, that's going to help them guide 松 them 戸 through さ their んこん journey ばんは。 is super こん exciting. ばんは。So, but I want to talk about Fallout a little bit. Okay. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. It can rent a car even now. At this point, right? We're talking about it. All right. So this has to mean something super special to the team. Absolutely. And look, we are as aware of anybody. Like this franchise did not start with 今日の配 Bethesda. 信は It's こんな one 感 that じ we で took インタ on ビューが along 長 the そうです way, ね。 and our intent is not just to pay homage to like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players when we went and played those games, played the original Fallout 2, 今、フォールアウトの and 話 then で what すけ the ど、 franchise has become, and sort of growing and finding an 何の even 話して。a new audience with Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 76 is something we really want バッ to クホーブラッドに celebrate. かけ And た期待が honestly, そのまま what's レ going ッド on フォー in ルに移 Fallout りそうな 76, 気が I し think ま the す。 pit in your ability to バック バホブラッックホーブラッドド、なこの間面白い。 DLC 来たんじゃなかったでしたっけ、そういえば。 story, そうですね、来て meaningful ますね。 player choice, and 新しいや as つ you're ね、ス going テージ。 along はい and making 僕 decisions 全 that 然や kind っ of てないですけど、一番高いの matter 買っ and た have a の。 real impact, I 僕 think is 全然やっ is てない。 important in the evolution of Fallout 全然やっ 76, て and ない just わ。 honestly how far that game has come from its launch. Like we're
keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of ゲーパスだからみんなやるじゃないですか、最初。でもゲーパスだから、ちょっと面白くないとか思うと、もうそっとみんなやめちゃうから。すぐやめますね。そこはね、やっぱゲーパスのいいところと悪いところと。そうですよね。
アウトライダーズもそうだったじゃないですか。そうでしたね。パスでみんなわーってやって、なんかアイテムバグがあったり、マッチングのエラーが多かったり、すぐスーッと離れて、それっきりみたいな。買っちゃうとね、どうしてもやろうって気が出てくるけど。買っても僕はちょっとやってなかったですけど。まあね。僕はもう規制でやんなっちゃった。コブラとデッキの仕様が変わった。なんかいろんなシステム変更されてるんですかね。Ended the show, I gotta say, watching the trailer, breathtaking. It's one of those things from the different locations and just seeing the difference between that moon versus the populated city, just amazing. The dog fighting, just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Games Studios game that I always love, and it's been the case, honestly, since, I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that, we talked about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say. まあ結局ストーリー的にはよくわからんというか、相変わらずですけど、面白かったですけどね、僕は。アクションシューター部分はだいぶ遊びやすかったし、今度の追加 DLC も僕はもう予約しちゃったんで。はいはいはい、あれね。なんか全部入りで売ってたんで。バックオブラッドも全部開放に変わったんですか、カード。そうですよ。いや、そうじゃないとね、おかしいんですよ、あのシステムだと。カード全部選べるようにしとかないと。一生懸命全部開放したのに。でもあれカードやっぱ開放されてる状態じゃないと意味ないですからね。っていうか、シングルで経験値って入るようになったんでしたっけ？あ、どうなんですかね。入るようになってん。なんかシングルモードが変わったみたいなこと言ってましたよね。It's sort of leading into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. Walking into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you can pick those up. You can steal them and run out of them. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the 海外版はなってるとかで誰か言ってませんでしたっけ？ we love it when あ、違うか。なんか日本版とでまたうん。try it and then they get to see like, oh my lord, さ chaos すが is ジャパンさ food. ん It 頑張 was って案 insanity. 件ですか、 Everybody そ was れは。shooting at me and like that's 結構あります the からね。 beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore B4B は that, right? ね It's not just one. そうなんですよ。人やるいないで人はいない。しょうね。 Thousands of hours doing だってハシさん nothing も but 続 just building きやり like たいでしょうけ focus ど、 that as 当 all 時やって you're たメンバー about が and 全 that's 然もう okay. But you can もう also 揃わない be ですね。 about 間違いな exploring く。 every でしょ。 planet and finding all ダ the ウンロード different コンテンツ、 aspects. 僕は買 You ってや can りたいけ create ど、 your own story and be 一緒にやってた人たちは買わないだろうから。そうなんですよ。 so that I そう kind な of っ get ちゃ to うんです see よね。 stuff and I might ね。 stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I まあ got. ゲ But ーパスオンリーの I 人はまあ want しょうが something ない that です。 sort of leads me through because I'm a little, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So ま some あベ folks セスト want ジ a ャパン little さん bit に of は a 頑張 guided っていた path だ to かないと understand ね。 where the fun is, and no approach is wrong. Like for me, ああ、なるほ that's ど。 epic. カードアンロックが残ってるんですっ We て。 aren't putting any limits on what 最 you 初 can から and デッキ can't 15枚使える。do. We're そ going to っ set you ちの方 limits は and いい just じゃないで sit す back and か。 watch 僕 the 的には。 一面 beauty から that デ you ッ create キ with の your own 15 stories 枚 and the 使え way る。 that あ、 you 15枚セッ solve トできるってこ problems と or ですか？ choose to 最 spend 初 your から time. めちゃくちゃでかいじゃないですか。 でかいですよ、それは。 what you said about 最初からだから要はフルパワーでいけるってことですね。自分の持ってるカードの範囲内で。うん。あ、それめちゃくちゃ、それはいいですね。特に高難易度でやるときなんかめちゃくちゃでかいんあれで。最初めっちゃきついですもんね。So I think that's going to be one of those どれ選ぼうみたいなのやってらんないですか。 Like you come in the next day and you talk to everybody about what you did and you're like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't even think about doing that. Like, oh yeah, I just ran in and 日 stole 本 a でも ship ね、 and shot all of his crew members and took off. Like, やっ you can て do くれ that. れば Like, いい。 oh yeah, you can do anything. Like that. I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game. And when we say epic RPG, we mean all of the stories, all of them. All right, you just gave me some ideas for stealing people's ships. So I appreciate that. 何千 That's 時 going 間 to be ね。 top on the list to do in Starfield. Now, 何千時間も宇宙 talk 船 about a 作 bit って of る。だって combat 星 action が in the 1000個 game. あるんですか That ら、 seems to 一つの also 星を be 5時間 exploring 探索したら everything. 5000 時 That 間で seems す to か be another huge focus of the game. Absolutely. I mean, look, ら。死ん if じゃい you ますよ。 look at a game like Skyrim, which like
everybody's played Skyrim at this point. It can, you know, a combat is a big part of that, unless you decide it's not. あれこれアボードですかね。あ、違うな、スカイリムかこれ。アボードどうなってるんだろうな、オブシディアンだな。 live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, they, you know, shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be had there. And so, you know, providing a lot of different skills that sort of determine how good you are in combat, combined with all the different weapons in the game, and then you layer in ship combat and all of these other things, it starts to sort of paint the picture just how broad or how deep the rabbit hole goes. It's going to be so impressive. こんなに And 星 touch あっ on て it a も little bit, な。 and I want to talk about it い because けないっ this す。 is one watching the video, the demo. What I saw, and it really caught my eyes around the ship. It's not just getting in the ship. すべての星を探索しろって実績あった地獄です。いやもう Yeah, like every 抗議 ship しま is しょう、そんなの。 customizable to the nth degree, アホ and か。 not just like お前らできんのかって。 I want my ship to look like this or look like that, though obviously that's totally a thing that た you ま can に do. 無茶な All you 実績あ care りま about すか is らね、ゲームで cosmetics. ね。But it goes much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind of ship are you building, what do you want it to be good at, what trade-offs are you willing to make or not. And then the other part of it is, of course, well, you can't just like, it's a spaceship, those aren't cheap. So you have to figure out like, how am I going to do this? Where do I get the resources 完全 to に build この this 間 up? の What シ kind ョー of, に入り you きら know, なかったってこ skills と do で I すね。 need to こういうイ level ン up タ to ビュー部 improve 分。 different parts of my ship beyond, you know, what I could do without those skills. So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? そうですね、 All of 星 those が things 10 are, 個は are いいか sort of 悪い part of the か、 fun of なんか deciding 問題になってま how した much ね do。you want to interact with this and how do you want to interact with it. でもそう言っても、海外の人たちは全部すぐ先行へ行っちゃうんでしょ。そうそうそう。海外兄貴たちは全部どうせすぐ動画上げてくんですよ。異常ですもんね。Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. あ、ミレニアム・ファルコン作る人とかいそうですね。絶対スター・トレック関係とか、スター・ウォーズ系とかそういうのは似せたの作ってくるでしょうね。But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular. あ、そうですね。クルー雇ってなんか仕事割り当てられるみたいなこと言ってましたもんね。多分フォールアウトの拠点のシステムと同じような感じなんでしょうね。お、奈良か。ハッシーさんがちょっと気になってるやつ。大家好，我是永劫無間制作人关磊。いやいや、やらないですけどね、きっと。やってください。だけどこれストーリーモードが追加されるとか言ってましたよね。そうそうそう、キャンペーンモードが追加されるって書いてあったんですね。それをちょっとやってみたいかな。字幕といろいろ被ってるけど、まあいいか。あ、タートル号は作れそうですね。ただ、足の爪のとこ作れるかって話です。タートル号は比較的作りやすそう。四角いから。スターフィールドの惑星って丸ごと探索できるんじゃないですかね。多分ですけど、単純に惑星に降りて1箇所しか行けないとこだったらそれはちょっともうインチキじゃないかって話になっちゃいます。惑星間シームレスで行きそうな気もしますけど、そうするとめっちゃ時間かかりますよね、移動はね。多分ワープとかもあるだろうし、シームレスにも行けんのかな。やっぱ映像はあれですね、この間より増えてますね。この間の PV にはこんなんなかった気がする。お、スチームを含む完全なクロスプレイ。ベルヘイム。お、いいっすね。クロスプレイ来るか。つうことは、クロスセーブはどうかな。スチーム版のが使えたらいい。すげえキャラだな。フィル作ってる。フィル。あ、フィルだ。
確かにフィルっぽかった、ちょっと今。これは頑張れば。顎はしっかりありましたね。ありましたね、ちょっとね。若かりしき頃。微妙な垂れ目具合が再現されましたね。これ新情報じゃないですか、フィルのキャラクター。You can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a flurry of combos on foes. Since its release, Naraka Blade Point has launched its own faction clash game mode, Omni's Nightmare, and the thrilling limited-time mode, Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well, but our community has eagerly asked. これ実際 PC 版では人気あるんですか？流行ってるんですか？どうなんでしょうね。PC 版で遊んでる方とかいるのかな。はい、will play as Phil。フィルで遊びますか？確かに顔細かく作れたら面白そう。またいろんな人の顔作る大喜利が始まるのかな。なんか一瞬写真を取り込んでるような感じ、なんかね、画像の当て込みしてる感じでしたよね。ねえ。ひょっとしたらそんなできるのか。似た感じのを作れるんじゃないですか。昔家のゲームによくあった3面の写真取り込んで顔作れるみたいな。ありましたね。自分の顔をね。はいはいはい。でもサーバー閉じちゃうと使えなくなっちゃうからな。これはもう来週23日。大きさあれか。シミュレーションのやつか。何でしたっけ？ History is filled with moments of greatness. プレイヤー数ランキングに入ってるんだ。プレイヤー数じゃ多いんですね。確かに日本人であんまやってるのはまあ聞かないですもんね。ねえ。あら。あ、そうそう、あら。揺れました。やっぱ揺れは大事なんです。これも面白そうなんだよな。ただ、この間の PV だと何をするゲームかよくわかんなかったですよ。細かいところ。ああ、揺れましたってそういうことか。揺れてなんぼみたいな感じなんですから。レッドアライブ的な揺れです。そうそうそう。格ゲー的な揺れ。そう、シビライゼーション的なね、もうちょい細かいとこ見せてほしいですよね、これ。あら？あ、そうだ、インサイダーでできるっつってて、そうだ。見てないよ。I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Ara History Untold. Dan, Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here and finally be able to talk about Ara. I mean, we all are excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Ara. And I have to say, I'm a really, really big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to talking to you two about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Ara is so ambitious. So tell us more about it. And also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization 5. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a sequel would have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all of the worlds together, all the periods of time together. And that's a grand vision in itself. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game?
So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the player so that when you play, it's different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product? And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've これ been PC working の on イン is サイ called ダー the だけ living ど。 world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are シム expressed シティ in a 的なの visual か way. シ And ビライ so ゼー you're ション going to 的なの see か your ちょっ citizens とわかんない doing ですよね。 things that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the goals when we founded Oxide was to not have to tell the designers, no, you can't do that thing. And so the game is obviously huge. It's just massive. And so it's a very large technological constraint from doing something like that. But we have our own proprietary engine that allows us to really bring this alternate Earth to life. I think that's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about なんか stories, シティ you ー learn ズと about か things シ that ム are シティ寄りなん probably ですかね。 brand new to your eyes. But the way that Ara helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on it, and I'm sure everyone else is who's watching. So let us know, where can we learn more about it, and when can we get our hands on it? Because I need it today. So if you head over to the website, you can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the イ time. ンサイダープログラムがなんちゃらかんちゃらっつって Dan, Michelle, thank you too so much for giving us the lowdown on Ara. Really appreciate it. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early access and moving into full release with a highly anticipated もう説明終わっちゃった。 Here's Adam Brennicki and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment to Grounded. tell us more. これはトレーラー新しいの見たらちょっと面白そうでした。でやろうかなって気になりました。なんか随分虫追加されてましたね。なんかカマキリみたいにいましたもんね。なんかでっかいクモみたいなのもいたし、ちょっとボスが追加されてる感じや。僕ら最初やった時あのクモに大騒ぎしてましたもんね。そうですよ。ね、今やあんなんもうそれどころじゃないですよ。このクモでかいんですよね。なんか背中平べったくて。インサイダーでアルファ版が夏にプレイできる。楽しみ。このゲームは本当虫苦手な人は絶対できないからな。The team is very small. It's the smallest team I've ever worked on at Obsidian. I wanted everyone to be able to participate on the design side of things. So I said everyone is a designer on the team. And I think that extends into our community and how we're building the game in game preview and early access. That's probably one of the グラウンデッド最初に触った人は今触ると本当進化っぷりにびっくりしますよ。For a game developer too, that is a 最後にやったのいつだろう。みんなでやったのいつだろう。多分橋さんなんか本当に最初にこのプレビューで始まったのは確かもう2年ぐらい前ですか。そのぐらいの時じゃないですか。その時に多分1ヶ月ぐらい触ったぐらいじゃないですか、ね。そうですね。僕その後なんだかんだちょこちょこは触ってましたけど。アラはターンベースの歴史ストラテジー。このゲーム落ちてるものを見る限り現代が、グラウンドって現代が舞台のはずですよ。G は追加してほしくないですね、さすがにちょっと。
厳しいですね。もうそれに近いような虫いっぱいいますからね。このカマキリみたいな、これカマキリかな。カマキリですね。ねえ、こんなんいなかったからな。You know, the mantis is just a little tease of one of the new boss fights, but there's more to come, right? Like potentially many boss fights that we have planned for the full release of Grounded. There's a lot more secrets and other things to uncover. レトロなのが落ちてた記憶がわかります。確かに。And then we hit the next milestone of 10 million players still be in Xbox. Doubling it, right? Yeah, in Xbox Game Preview Early Access. That just goes to show that we have a fantastic game. Everyone's just so surprised at like how much Grounded has grown. ヤゴあれきつかったですね。テイムはね、あれなんですよ。ちっちゃいアブラムシだけペットにできるんだったかな、確か。だからあんまりそのテイムっていうほどじゃないはずです。アークみたいなね。Finally almost at the finish line, right? Yeah. And I think we wouldn't be here without our amazing community and all of the fan support. I agree. Best community ever. Yeah. 最初バグでヤゴが大量発生するやつがあって、いくら家作っても突破されてました。So I got a call from my good friend York Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me it was imperative that I meet with him. So I'm in this helicopter. そうだ、トップガンのやつもまだ触ってないですわ。フライトシミュレーター。Hey, Paris, good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No, thank you. What am I doing here? Later. Let's get in. We don't have much time. Oh, okay. All right, Paris. Right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. グラウンデッドカブトムシ出てこないですね。 What is this 確かに。 place? Oh, you'll see. Let's go. Look at this place. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there was a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. スミソニアン博物館みたいなこと言ってましたね、今ね。 So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common? Dedicated to bringing flight to everyone, and I was looking for the Spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928. And the Smithsonian was gracious enough. They gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary edition. But as Nick and I kept talking, it was very clear, you know, the world's foremost museum for air and space, the Smithsonian. Yeah. And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content we initially collaborated with our most historic aircraft, and some of the other aircraft in this center are already in the simulator, maybe we can jump in with both feet and do more in the years to come. Maybe even, who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in. スペースシャトル追加されたら確かにありそうですね。ここに今出てくるってことは。いずれやるんじゃないですか。Right, so keep your eyes peeled, stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Perfect. Check this out. This is my favorite plane, the Junkers Ju-52 3-motor. Amazing. And that is an awesome plane. And as I look at all these planes around here, it makes me ask the question, are you going to put all of them in flight sim? Maybe not all of them, but we hope a lot of them.
in the 40th anniversary that comes out this fall, we already have 3. We have the White Flyer, the Spirit of St. Louis, and the DC3. And we hope to get a few more. As Nick and I were talking, there's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no lack of opportunity. そうですね、ペリカンに比べたら確かにスペースシャトルの方がjust like flight sim, 普通 just keeps going. So what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Concorde here. でもスペースシャトルの打ち上げシーンとか再現できたら面白そうですね。And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. It's the United States. And it's huge. We have a dozen cities, a new height field, brand new aerials, new missions, new airports, new everything. And as always, it's free. And check out this beauty. This is the Beechcraft Model 18. They call it the Twin Beach. It's a famous plane, and that's also launching today. And it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. And then in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight for anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition. Tell me more about that. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that. And we're restoring some of the old missions, and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real celebration of the franchise. So this celebration. さすがにでも見てる人も減ってきましたね。みんなこれはちょっと寝ようかなって感じかな。それでも400人そうそうそういますよ。470人ぐらいです。さすがにみんなこれは新発表そんなないだろうと。いやまああんま無理しない方がいい。ね、眠たい人も寝てください。そうそう、眠たい人は寝てください。もう僕も今眠い。さっきビール飲んじゃったし。So it's a really cool way for us to integrate with the creator community. でもなんか挟まるんじゃないかと期待して。でも本当綺麗ですもんね。いや本当すごい。4K で見直してたけど、めっちゃ綺麗だったよ。だから最近思うんですよね。なんか現実の方が汚いなと思って。もうやばいっすね。ゲームの方が。4K の画像の方が綺麗なんじゃないかな。まあ、パキッとしてますからね、実際に見る風景、パキッとしてね、テカテカしてるし。そうそうそう。実際に見る風景はやっぱ空気挟んでるから、どうしても、そうですね。塵とかいろいろあるから。Today was a good day, but now I have a need for speed. I'm headed to the danger zone, baby. デンジャーゾーンとか言ってる。ああ、エアウルフ追加してほしいですね。懐かしいな、エアウルフ。Estamos aquí para disfrutar del mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que estoy muy emocionado. I came in Madrid just yesterday to be here in FanFest Xbox, and I'm so excited. スペインとかってどうなんですかね、Xbox の人気っていうか、あれは。どうなんでしょうね。でもなんか南米とかのね、スペイン語圏の人はすげえ人気ある感じするんですね。そのスペイン自体での人気はちょっとわかんないですよ。やっぱヨーロッパはなんかちょっと弱いような印象がまだあるから。そうですよね。イギリスだけっていう感じがしますけどね。そうそう。まだ PS の方がやっぱり強いような。ね。そうそう。この間は発表ラッシュでね、息つく暇がなかったですけど。いいな、ファンフェスト。あ、これか。Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life, our new action, adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter that is nothing at all, a little bit like Microsoft Excel. All right, you're a bounty hunter now. You've got to help me rescue my friends. They're Gatlians just like me. これも遊んだら面白そうなんですよね。That's our game, High on Life. Pretty insane.
There's a lot to talk about. Let's dive in. So, Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? I'm obsessed with games. Have been my whole life. Always had ideas, always had, things I would love to make, but just never thought I could ever step into that arena because I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. But that's why, that's part of why you want to start Squanch, right? Is like to be able to have an idea like that and let it grow to something amazing. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play. And that was sort of the 自由がなんか生物的というかなんか多分生物をそのまま掴んでる感じですよね。We shipped Trover and we shipped Accounting Plus and now we're on this absolutely dream game. This is like our real legit swing at like スコーンの銃喋ったらちょっと気持ち悪そうですけど。We're indie, but like this is like our triple A, like, or is it triple I for indie? We're triple I. そういえば皆さんバイオのアップデート来たのやりました？バイオハザード RE2 と3と7か。かなりヌルヌル動くようになってましたね。And you're the one human who has to team up with a talking gun and stop them. And when you select a cartel leader that you're going to go after, ダリアン T シャツ。It opens the portal door to that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the visuals? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and Mikey Spano, who is our art director, him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of どういう世界観なんだこのゲーム。So we're trying to capture that feeling with all of our characters, especially our aliens. And then each world is its own kind of unique flavor, right? ね、120 FPS 対応してましたね。ヌルヌルで動いてました。We want to have an awesome alien like drug dense spa on an asteroid. And yeah, what makes me really excited is the sort of really clear and like it's almost deceivingly simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? What's their deal? The guns are these talking alien Gatlians. They're all shaped somewhat like a gun you'd find on Earth, but they've evolved to be just like in their own way. And so this race of Gatlians each has their own unique personality, their unique set of abilities, and you're going to be rescuing them from this evil alien cartel, and together, you got to stop the bad guys. And get more Gatlians. Yeah, collect more Gatlians. Yeah, a lot of この銃の顔がこっち向いてんのかな。 experiences depending on what gun they favor. Yeah, you kind of pick your favorite companion to have out a lot and hear their dialogue, be part of different dialogue scenes and stuff. Yeah. Look at us, blasting away. And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So when you go back through a level, you'll see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. That's and you can come back. That's a huge one. All right, so we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should people be excited to play it? As a studio, we are attempting to bring アップデートされてるはずですよ。XS マークついてる。 into video games. Something I love about Squanch is we would put a lot of effort into things that a lot of other studios wouldn't even bother with, like a single small joke that 5 players might 確かにこのゲームは吹き替え欲しいですね。 Well, now I can. I love that stuff. I love like edge casing and like. It's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way, and then you have an answer for that for them, that is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing. And バイオ7はゲーパスいつ消えたんでしたっけ？最近？5月ぐらい？ちょっと前だったような気が。いつまでですよ。結構出てましたもんね。だってですよね。Xbox Japan とかもやってたクラウドゲーミングのやつには入ってたんで、PV には7が。はいはいはい。だから後のはずなんで、結構最近だと思いますけどね。つい最近か。ですよね。弾が出るのは尻から。確かにそうっすね。つから出てますね、あれ弾。つうか、これなんすか？デッドバイ？
最近やってないからわかんないですけど。ああ、テキサスチェーンソーね。ほら、やっぱこうやって新発表入るじゃないですか、ところどころ。テキサスチェーンソーなんて、あの画像にもなかったでしょ。なかったっすね。発売するよっていう情報が入っただけで、ゲーパス、今ゲーパス書いてました。まだ見てなかったです。テキサスチェーンソーのなんか非対称のゲームが出るっていうのは見てましたけど、こういうさりげなく、この手のゲームって非対称のあれですね、やっぱり。そう。でもね、正直言ってこの間の資料の腹跡もそうですけど、やっぱね、ちっちゃいところが開発してからいまいちこう、クオリティ的にちょっと引っかかると思うんですよね。まあ、そうなっちゃうでしょうね。デイワンのゲイパスでした。今多分ね、プレイ映像みたいなの出たの初めてじゃないですかね。テキサス、どうでしたっけね。テキサスチェーンソーってなんか本当 PV みたいなのしか出てなかった気がするんですよ。バイオ7は5月末まであった。日本語も出ますか？資料の腹渡はなかった。このゲーム日本語あるならやってみたいですよね。なんかちょっと気になるんで。points to solve and kind of marry between wanting this to be a true to the history, true to the feel of the source material that we were referencing as far as the narrative. ベルヘイムとテキサスチェーンソーが新発表というか、さりげなく入るよね。やっぱ新しい PV が時々挟んでくるんだよね。From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed them to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. 未だに何するゲームか全然わかんないです。わかんない。でもなんかこういう特殊なフォントを使ってるゲームってなんか、難しそうな気しますよね。そうなんですよ。これが普通の MS ゴシックとかになっちゃうとまた雰囲気が違うんですよね。だから C オブもそんな感じだったじゃないですか、最初。そうなんですよ。でしかもはまらないみたいなね。文字が溢れちゃってるみたいな。そう。本当ね、オブシディアンってこんなにいろいろ作れるほどでかい会社なんですかね。だってアボードと、あと、アウターワールズ2もやってるだろうし。シー・オブ・シーブスみたいに。マルチ系はね、後から日本語追加される可能性はあるんですよ。シングルプレイ系はなかなか難しいかなって気がするんですよね。最高ノーツとかも全然追加される気配がないし。With As Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience for anyone who loves brilliant storytelling. So people who enjoy films, people who enjoy TV series. It's also a social experience. And about sharing these stories with the people you love. これのコープのシステム、スマホで遊んでる人いますね。クラウドからやってるのか。そうか、クラウドから参加できる。わからないですよね、このゲームのオンラインのその、オンラインね。ストアだと、オンライン協力プレイとオンラインマルチプレイヤーってあるんですよね。マルチプレイヤーなんか投票式だったりするんですかね。もしかして、選択肢。で、数多い方がとか。なんとなく8人協力って言われると8人のキャラクターをね、それぞれ担当するっていう。そうですよね。今までのゲームだとそういうの多いから。
mature themes that you don't normally find in a video game. It really gives you agency over characters that are relatable, that そうなん are ですよ。マ familiar ルチ to プレイの you. アドベ It's ン like チャ an ーなんですよ。 interactive story, but with the power of video game behind it. I only gotta yell. 謎すぎるんですよ。 Now hold your horses, young man. I think you should at least listen to what I have to say. 確かに1回のプレイはそんなに mainly structured around a hostage 長くは situation ない in a んじゃない motel の in the かな。 middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. 長かったらこんな何週もやりたくないですよねね。え、そうそう。この間ね、僕らやってたマン・オブ・メダンのね。ああいうのって長いじゃないですか、結構。長い。あれをもう一回やるのかみたいになっちゃうから。ストアだと日本語吹き替えありになってました。おお、マジですか。 Here is the word interactive. The players are very much needed to help the character on their journey and まあ decide 日本語 what's 吹き going 替え to あっ happen たらい to いな、 them, これ。 help them grow and change. It's not like there's one golden path. There's so many different ways これ through 地 the 味に期待 story. してるんで、7月でしたっけ？あと1ヶ月ぐらいでしたね、確か。うん、7月20日だとか一応。 achieving something and shaping the story and also the character. Some of your true self comes out into that thinking. I don't know, what would you do? I'll try to. Yeah. And at the end of the game, when you なんか play, ね、 you 分 tell 岐は your めちゃめちゃあり character そうだったんで and す it よ reveals ね。 something about the player themselves, their values, and the way they interact with the others that they played with. I think for me, one of the really important コープでやるってのもあるから、そんなに長いとね、みんな集まるの大変だし、続きやりたいけど全員揃わないみたいになったらちょっとね、困っちゃうし。8人で始めたはいいけど、8人揃う日がもうないとか。そう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 。よくありがちですからね。今日俺だけいけないんだよみたいな、なんか言いづらいみたいなね。ちょっと次参加したらもうわけわからないっていうね。そうそうそう。もう一回最初からやってもらっていいみたいになっちゃうね。下手したら死んでますよ、次が参加したら。やっぱあれ僕の操作してたキャラどこ行ったのって、いやもう死んだよみたいな。もう死んじゃったよ。 Puts everyone on a level playing field. You did well there. That is a ferocious dog. Oh, Charlie, did it! You share the same character, you discuss, you make decisions, and majority wins. やっぱみんなで選んでませんあれ。選択肢。なんかみんなで選んでますね。そういうことか。選択肢をみんなで選んで、多数決ってことですか？ああ、なるほど。そうかもしれないですね。でも多数決だったらあれ選んでるの見えちゃったら嫌じゃないですか。ねえ。あれ自分だけ見えるならいいけど。ねえ。スマホの人は自分だけ見えるとかできるのかな。まあオンラインだと自分だけかもしれないですね。今、カウチコープだとあれ見えちゃうから。はい。はい、8人だもんな。でもこれはちょっと楽しみ。あ、スライムランチャー来ましたよ。さっきそういえば誰か言ってたけど、ほら、怖い。本当ですね。サリじゃん。これはもう一覧になかったですもんね。なかったですね。そうそう、あそこから無視されてるね、みたいな話になってて、でもこれも1年以内にじゃあ出るってことですよ。スライムランチャー1面白かったもんな。あれまだゲーパス入ってましたっけ？スライムランチャー。もう外れたかな。結構長いこと入ってたんですけど。入ってんのかな、スライムランチ。あ、まだゲーパス入ってますね、一作目。まだ一作目ある。うん、ありますね。うん。テキサスチェーンソー Xbox 公式に動画上がってる。こう、ちょこちょこ挟んでくるよな。基本的には1と同じようなことだ。吸い込んで牧場で育てて。これでもなんか合成というかその配合じゃないけど新しいの作るのが楽しかった。スライムランチャーはなんか配布、ゴールドとかで配布されてましたか？
新情報はないけど、既存の情報の新しい情報はあると。まあ、解釈次第ですよね。ね。スライムランチはもし1やったことない人いたら、ゲーパスに入ってるんで、ぜひ。楽しいっすよ。けど既存の新しい情報ならあるっていうんなら、まあギアーズとかはないにしても、UBA とかあってもいいね。そう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 。なんか最後の方にゲーパス、今月分のゲーパスみたいなの発表されそうな気がするんですけどね。秋。今22年秋って書いてありましたよね。はい、書いてありました。おう。メジャーネルソン久しぶりじゃないですか。メジャーネルソンそういえばオーストラリア行ってましたね、なんかね。あれ何しに行ってたんだ。なんかツイッターでオーストラリアに。ああ、ヘルスタそういう系Where's my Uber? All right, let's go. Let's go. お芝居なんすかこのお芝居。オーストラリア行くんじゃないですか。あ、そうそう、ファンフェスト行ったのか。ああ、やっぱそうなの。オーストラリアでやるのか、ファンフェスト。オーストラリアは結構人気あるんですよね、確か。なんかよくやってますよね、なんかいろんなイベントとか。だって、シリーズ X のほら、発表の時の巨大なオブジェもオーストラリアでしたよね、あれね。ああ、そっかそっか。限定デザインね。いいな。そういえば誰か寅年の赤いシリーズ S とか当たった人いないですかね。ネイルのやつが日本で発表されたのもびっくりしましたね、あれ。まさか出ると思ってな。So excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. So Mike, let's start with why the team decided to bring Hot Wheels to Forza Horizon 5's Mexico. Our fans have been telling us for years about how much they loved Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never before. もうホライゾン5はすんなりつながりがあったんですかね。ああ、どうなんですかね。作ったコースがうまく共有できなかったりとかね。いろいろ。多分もう改善されてんじゃないですか、さすがに。このホットウィールの DLC って3にあったんでしたっけ？確か3ですよね。3でしたよね。シーラさんおはようございます。フェーブルの続報はないです。ただ、ベルヘイムのコンソール版も出るよっていうのとか、テキサスチェーンソーの Day 1来るよとか、スライムランチャー2が来るよとか、そういうのはありましたけどね。フォルツァホライゾン3、そうですね。The amount of detail and diversity that we can pack into the 4 new biomes is breathtaking. We have the rugged Giants Canyon, where you'll hear the growl of your engine bouncing back off the intricately detailed rock formations. The Ice Cauldron, where frozen tundra drips into the glistening molten lava. In Forest Falls, you'll see a tree canopy towering over epic waterfalls. And finally, the visual stunning and exhilarating Horizon Nexus.
where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. And there's more, because new players can jump into Hot Wheels だけでゲームになりましたもんね。 as early as possible during the main game's initial experience. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build, and share using the new Hot Wheels Creation Kit. That's over 80 new もうでもあと track and 30 stunt 分だ pieces から that instantly snap together thanks to our new building tools. You 最 can 後に share 指輪 your 来い。 creations with the entire community for players to discover and play. We are anticipating our community building an ever-evolving catalogue of new player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. 日本でいうトミカ。まあそうっすね。 Incredible, Mike. そういう But I'm 感じ going で to す。 ask you the most important question in the room. Can you tell me a bit more about the cars? Yes, so we have 10 new amazing cars coming to the pack, マリオとも including 4 やって new る Hot んだ。 Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. We have the Diora 2, the Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track toys and hypercars to go with them. That's fat. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Mosler MT900 GT3. Their speed is unlike anything. 今からでも日本語吹き替え追加してくんないかな。 Naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the 新しいフォルツァモータースポーツは吹き替え対応してくんないですかね。 You and your friends will then ちょっと take 期待してるんですけど。どうですかね。 moving your way up through faster and そんなに仕事量ないじゃないですか。あれ the extreme speed X class あれは and 吹き become 替えっつって a も。 Hot Wheels legend. You can also choose to take on the world やっ in てくんない Horizon か Open な。 or team up with your friends to take on a team of driver tars in the Horizon Tour. Ooh, I absolutely love that. Final question now, though. When can we expect to play? ずっと言い続けてるけど、やっぱりヘアロー、ギアーズ、オールドだけは絶対に吹き替えそうでですよね。うん、それだけは本当キープしなきゃいけなかったと思うんで Mike, すよ thank you ね。 so much for joining me. This has been so much fun, and I cannot フォル wait. ツァホライズン3とか日本語吹き替えないだけでちょっとがっくりでしたからね。フォールガイズ。UBI は15日深夜1時から。ああ、そっかそっか。15日の深夜1時。今日の25時ってことですかね。昨日発表されたマインクラフトは新作ですか？新バージョン？あれ新作ですよね。あれ新作ですね。ストラテジー寄りのアクションゲーム。うん。チーフのスキンが来るんですか？フォールガイズに。確かに来そうだけど。あ、本当だ。チーフのスキンがある。かわいい。チーフとこっちなんだチーフいいな。かわいいね。Now onto our next block, pun intended of course. ブルーとかミルとか可愛すぎてわかんない。全然わからなかった。 You never knew you needed. I'm here with Dennis Rees from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. フォールガイズの PV のやつ、昔のヘイローのパロ。ああ。そういうことか。あ、マインクラフトレジェンズ。これちょっと、にしてもよくわかんなかった。ちょうどタイムリーですね。ね、さっきちょうどね、話でしたから。So one, tell me a little bit about what it means for the team to actually be able to reveal the game, and then two, なんかアクションストラテジーみたいなこと言ってました。そうなんですよね。うん。ストラテジーよりアクションゲームよりってことなんでしょう。これ見ててもストラテジー感はあんまり。うん。なんか自分で攻撃してるようにも見えるし。そうそうそう。なんかユニットをね、移動させるみたいなイメージじゃないですか、ストラテジーっていう。
that is welcoming for people who may have not played Minecraft, but also people who have. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling through these beautiful biomes, exploring this world that is familiar yet still mysterious. And so as you explore these lush biomes, you collect resources, and then you use those resources to build defenses from these dangerous but very cute piglins. And in those offensive, you're able to fight them back and send them back to where they come from. And you know what? You're going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help you actually defeat the piglins and send them back to where they come from. Oh, I'm looking forward to it. And I love what you said about trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really, it was many years ago, a group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the more popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. And that's where we came into Blackbird Interactive. And that was back in 2018. And, the project was codenamed Badger. And an interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft, if you go back to Minecon 2018 and you look at the shirt that Jens Berenstain was wearing, you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. 完全新作というよりもなんかマインクラフトを広げていくっていう感じなんでしょうね。I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities, then it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and we built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe, and players love it. 未だにだってマイクラって売り上げの上位に入ってますよね。We're trying to do something similar, そうですね。 really. And here we're going to be 日本ですらいつも入ってるじゃないですか。スイッチとかでね。はい、スイッチ版ね。スイッチが売れれば売れるだけマイクラも売れるっていう。あれで相当稼いでる気がする。You can share it with me and everyone watching. No? Okay, I won't pry anymore. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, just follow us Twitter or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. マイクラダンジョンももう2年ですからね、確か。もうそのぐらい経ちますか。ねえ。確かこの間イヤー2アニバーサリー。なんかチーフしょぼいな、今の。ずいぶん。遅かったですよ、今チーフね。よく日本のオフ会に来るチーフの方ががっちりしてて、本物っぽいけど。細いな、チーフ。懐かしいな。大感謝祭は Xbox もちゃんとお菓子とかありましたもんね。What a day we had today. Thank you everybody for showing up to Xbox Fan Fest Toronto. Had a lot of fun, saw a lot of games, great experiences overall. Catch you in the next one. .なんか時々見たことないゲームが入ってる気がするんですよ。思いっきり日本語でしたね。なんか知らんゲーム入ってんだよな。なんかルンバみたいなのありました。
これ気になるな。なんだこれ。フラットアイ。浮世、あ、そうだ、これ出るんだ。スープポットこれずっと気になってるんだけど、なかなか出ないですね。本当ですね。ねえ。これもずーっとやってる。インディー系は一気にまとめたか。また IDXbox だけ別にやりそうですけどね。Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, game creators are crucial to Xbox's success. And あと15分から20分ぐらいですかね。ジェームズ・ボンドはどうしてジェームズ・ボンドは。ねえ、サラ・ボンドさん。はい、そろそろボンド出そうや。The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea. この人だって外部のスタジオとのなんか橋渡しの役割してるんですよね、確かね。And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us, is to help those people, those developers, bring their stories out. And we think about it in different ways. You know, how do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make the game? And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model really enables them to perform all sorts of 昔のフィルみたいな立場ですよね、もう。なんかイメージ的には。Resources, all these provide choices, and it's increasing these choices for not only the developers but the players themselves as well. Yeah. For example, you and your team just announced a new feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a little bit more about Project Moorcroft? Project Moorcroft. I know. I love these project names. I wish they would just let me name it, but they won't. I know. They won't. Can you change that? サラもいいけど、ジェームズを。We were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX or E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. And that was one of the things I loved the most about those experiences. We just don't have them as much anymore, you know, in the way that the world has evolved. And so we thought, gosh, how can we make Game Pass like that? Like, how can we use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement that is in it and have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game and そうだ、ピアス・ブロスナンが来るんじゃないかとかいろんな予想してましたもん。言ってましたね。ショーケースね。誰か来んじゃねえのって。enables developers to take a piece, a level of their game and put it into Game Pass. So that they can get that great feedback. ファンフェストね、そろそろ日本でもやってほしいですね。感謝祭ね、2回行ったけど、またやってほしいな。So excited for what's going to come when we launch that. I think the one thing that we all miss is that connection, right? And now that we are able 昔マイクロソフトの本社でちっちゃい発表会とかよくやってたんですけどね。品川でね。今多分コロナだからできないんだろうけど。あとマグカップ欲しいな。Xbox マークついてる。でかいっすね。でかいっすよね、あれ。カフェオレカップぐらいでかい。向こうの人のカップってでかいんだよな。でかい。あれ多分カップラーメン作れるぐらいでかいっすよ、きっと。でも発売されるんじゃないの？In a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to broadening our perspectives is critical. And we think about that all the time. So what we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox, and we saw lots of those games in the last day, which has been pretty cool. And the other thing that we did this year is for the first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region.
So, what message would you like to leave for creators who are interested in starting in the industry? Yeah, I get that question a lot. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. マグカップというかもはや瓶。 How do I get involved? めっちゃでかいです。 Network. 会場の外ってオクトーバーフェスやってる。Just how you and I connected actually at an industry event, which we met at, which was super fun. You know, build that network and that connectivity because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. You can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through id@xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased, obviously. I mean, yeah, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning in. さすがに新しい発表ないかな、これ。 So many amazing developers on today's show. 最後に何か Before we finish, is 一つ。 there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about さあ、何か来るかな？このままスーッと終わるかな？ tell their story through a game and how incredibly powerful it is. なんか最後にやりそうな気がするんですけどね。ゲームパスの発表くらいしてほしいな。 That's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land, and their dedication to their culture and their country, and I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But sitting here today, you know, recognizing that team is Ukrainian, they were based in Kiev, looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all, as a world, have gotten to see how tenuous that in fact is. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience. 最後にさらっと007の文字ぐらい出ないかな。 About the situation in Ukraine. And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share with us. ストーカーの開発大変そうですよね。 As part of the show. 開発中断したり復活したりの繰り返しで。お、ストーカー2の開発映像とかかな。そりゃ大変だな。ねえ、ゲーム開発どころの騒ぎじゃないですよね。まずは安全が大事。Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Шок от рабочий день начинается тревоги. Сейчас сильных обстрілів. Ми біжимо в укриття. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Выходишь вечером, сирена, выходишь днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце.
Вже третій місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. みんな無事だったんですかね。Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр. Я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И это непередаваемое ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет. Я Дмитро Ясенєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Stalker 2. そうだよね、みんな。 Руками захищає свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс. 戦争行ってる人もいますもんね。 Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні!あ、でもちょっと映像出ますね。Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CIRCA for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control.いやー、楽しみだな。終わりましたね。ゲーパスの発表なかったの？スッと終わったか。スーッと終わりましたね。ストーカー2で。いやー、でもなんだかんだね。ベルヘイムがあって、テキサスチェーンソーマサカーがあって、スライムランチャー2があって、うん。ストーカー2の今ね、新しいムービーが流れてみた。完全に新情報ないっていうことではなかったですね。そうですね。やっぱちょこちょこは出てくるし。ね。あとはゲーパスとかはまた普通に発表されるのかな、じゃあこれ。あ、終わった。もう唐突に終わる、これ。本当にもう終わりましたね。
Xbox チャンネル。もう動画上がってんのかな。あ、トレーラー上がってますね。ウェルヘイム、フライトシム、テキサスチェーンソー、アズダスクフォールズ、フォールガイズ、IDXbox。はい。FPS ブースト追加とかなかったですね。女子プロは僕最近今ハマってるんで、女子プロの動画よく見てますね。スターダム見てるんで。ゲーパスね、発表なかったですね、スクラブさんね。また明日以降に期待しましょう。はい。はい。お疲れ様でした。皆さん、寝る方は早く寝ていただいてですね、これから起きて仕事行くよって方は頑張っていただいて、僕もちょっと寝ます。じゃあまた新しい情報に期待して、今日のところはお付き合いいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。